Google がこの前発表した画像生成 AI イメージェンスリーの最新版。今回は人物と衣装について特徴をサクッと紹介しますね。まずはよくある AI グラビア風の画像。まあ、玄人の人でなければ特に気にならないレベルですね。ただ、未成年を出さないためのガードがかかってるので、単純にグラビア写真とかで描くと生成されないことがちょくちょくあります。やや表現をひねると生成されるような、そうでもないような。正直よくわからないですね。ちなみに問題になりがちな手ですが、結構いい感じです。複雑なジェスチャーもいけますし、ある程度の人数でもそこそこいい感じに出してくれます。ちなみに人数をたくさん出す場合は似た顔が紛れがちなので注意してください。あと、単純に日本人と指定すると和服着せてきがちなのも注意です。グラビアであと気になる点としては、レンズなどの撮影条件の指定ですが、正直ほとんど機能しません。F 値を変えてもボケが変わらなかったり、焦点距離変えても似た見た目だったりとダメです。とはいえ、何も気にせずいい感じの絵は出せるので、私を含めお気軽に作りたい人には向いてると思いますよ。ここまで女性ばかりでしたが、男性も高齢の女性も高齢の男性も出せますよ。ただ、先ほど言ったように未成年はガードがかかっているので、小中高学生などの画像は基本作れないです。そういうの作りたい場合はリクラフトなどの他のモデル使いましょう。次、衣装です。細かい描写のクオリティが圧倒的なイメージレスリーが本領発揮できる用途です。細部に注目してください。自然な刺繍になってるでしょう。すごいでしょう。すごいんです。もう一丁行きましょう。すごい。ここまで日本人ばかりでしたが、もちろん海外の人もいけますよ。あと、古今東西のスタイルもカバーしてます。ぜひいろんな衣装の画像を作ってみて遊んでください。画像を作ったら超改造 AI と合わせるのをおすすめします。めちゃくちゃ楽しいですよ。こちらの動画で作例紹介してますので、凄さを実感してみてください。お疲れ様です。次回はアニメの作例をサクッと紹介しますね。